こんにちは、シャーロットです。今回は、私がメンタル不調から劇的回復した一瞬で心が楽になる考え方ベスト7をお伝えします。この動画を見ると、メンタル不調で気分が沈み、ネガティブな思考になっている時に、それらを改善し、心が楽になる考え方が具体的にわかります。私シャーロットは、数年前に仕事やプライベートの問題から自律神経失調症やうつ病を発症し、2度の休職も経験しました。私は、こうした経験の中で、精神科クリニックの専門家のアドバイス、デイケアでのプログラム、最新の専門書籍などをもとに、ネガティブな気分や思考を改善し、心を軽くするための考え方を詳しく学んできました。この動画では、これらの体験をもとに、メンタル不調を改善し、心が楽になる考え方について、ベスト7形式でお伝えします。それでは、早速始めましょう。まず、心が楽になる考え方の第7位は、自分の好きなことを一日一つやってみよう、です。メンタル不調になると、自分の好きなことをする気力がなくなったり、自分には何もできないと思い込んだりします。また、自分の好きなことをすることに罪悪感を感じ、自分を責めたりすることもあります。そのような時は、自分の好きなことを一日一つやってみようと考え、自分の思いに正直になり、趣味や楽しいことに少しずつ取り組んでみることが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。読書や映画鑑賞、散歩やペット遊び、スポーツなど自分の好きなことを思いのままにリストアップしてみる。その中からすぐできそうなことを一つ選ぶ。30分や1時間など自分に無理のない範囲で好きなことに没頭する。これらにより自分の好きなことを一日一つやってみることで心が楽になり、メンタル不調や生きづらさの改善につながります。次に心が楽になる考え方の第6位は、一日の終わりに感謝したいことを3つ挙げてみよう、です。メンタル不調になると、自分の人生には何も良いことがないと感じたり、自らの存在に意味がないと思ったりします。また、自分のせいで周りに迷惑をかけていると感じたり、罪悪感や恥ずかしさが強くなったりします。そのような時は、一日の終わりに感謝したいことを3つ挙げてみようと考え、日々の生活の中にも小さな幸せやありがたい事柄があることに気づくことが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。一日の終わりにノートやスマホなどにその日あった感謝したいことを3つ書き出す。その出来事に対してどうして感謝したいのか、その理由も考え、書き加える。それらの出来事と感謝の気持ちを心の中で噛み締める。これらにより、一日の終わりに感謝したいことを3つ挙げてみることで心が楽になり、メンタル不調や生きづらさの改善につながります。次、心が楽になる考え方の第5位は、悩んでいることを少しでも誰かに話してみよう、です。メンタル不調になると自分の悩みを抱え込んでしまったり、誰にも理解されないと思ったりします。また、自分の悩みを話すことが弱さや甘えになったり、相手に迷惑をかけたりすることを恐れたりします。そのような時は、悩んでいることを少しでも誰かに話してみようと考え、自分の心の重荷を分かち合い、軽くしてあげることが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。家族や友人、恋人、同僚、心理カウンセラーなど悩んでいることを打ち明けられそうな人を探す。その人に対し、話を聞いてもらえないか率直にお願いする。その後、悩んでいることを正直に話し、相手の共感や理解を受け止める。これらにより、悩んでいることを少しでも誰かに話してみることで、心が楽になり、メンタル不調や生きづらさの改善につながります。次に、心が楽になる考え方の第4位は、過去の自分を手放してみよう、です。メンタル不調になると、過去の自分にとらわれてしまったり、これまでの自分に対する後悔や自責が強くなったりします。また、過去の自分に比べて、現在の自分が劣っていると感じたり、過去に戻りたいと思ったりします。そのような時は、過去の自分を手放してみようと考え、
自分の現在と未来に目を向けることが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。過去に縛られている自分の気持ちをありのままに認める。過去の自分にねぎらいの言葉をかけて感謝する。現在の自分に意識を移して未来に向けた行動や取り組みをイメージする。これらにより過去の自分を手放してみることで心が楽になり、メンタル不調や生きづらさの改善につながります。次、心が楽になる考え方の第3位は、今現在、そのままの自分を褒めよう、です。メンタル不調になると、自分の欠点や不得意な部分に目がいってしまい、自己を否定したり、嫌悪感を持ったりします。また、自分の能力や価値を低く見積もり、自己を前向きに評価できなかったりします。そのような時は、今現在、そのままの自分を褒めようと考え、自分を肯定することが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。日々の自分の行動や成果を冷静に振り返る。人と比べることなく自分の個性や価値を上げてポジティブに評価する。その上で将来の夢や目標につながる自分の可能性を認める。これらにより、今現在そのままの自分を褒めることで心が楽になり、メンタル不調や生きづらさの改善につながります。次に、心が楽になる考え方の第2位は、人と比べず、自分の小さな成長に注目しよう、です。メンタル不調になると、人と自分を比べてしまったり、人の評価や期待に左右されたりします。また、人の成功や幸せに嫉妬したり、自分の劣等感や不満にとらわれたりすることがあります。そのような時は、人と比べず、自分の小さな成長に注目しよう、と考え、日々の自らの進歩や変化に気づき、自己を尊重することが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。自分の行動や成果を、こまめにスマホやメモに記録する。以前よりもできたことや良かった点を、できるだけ多く挙げる。それらを踏まえて、自身がどのように成長し、ステップアップしたか、具体的に認識する。これらにより、人と比べるのではなく、自分の小さな成長に注目することで、心が楽になり、メンタル不調や生きづらさの改善につながります。最後、第1位になりました。第1位は何だと思いますか？それでは発表します。第1位は、思い通りにならない人生を受け入れて自分化できることに集中しよう、です。メンタル不調になると、人生に対する期待や計画が崩れてしまったと感じたり、人生に対する不満や不安が強くなったりします。また、自身をコントロールできないことや変えられないことに悩んだり、自己効力感が低くなり、人生に対する意欲や希望が失われたりします。そのような時は、思い通りにならない人生を受け入れて自分化できることに集中しようと考え、現実を柔軟に捉えて前向きに歩んでいくことが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。予想外の出来事や困難など、自分の意思や努力では変えられないことがあるということを認める。そうした変えられないことに対して必要以上にこだわったり固執するなど、抵抗や執着をやめる。その上で、自分が実行可能な範囲や取り組みに自らの力を注いでいく。これらにより、思い通りにならない人生を受け入れて自分化できることに集中することで心が楽になり、メンタル不調や生きづらさの改善につながります。以上、私がメンタル不調から劇的回復した一瞬で心が楽になる考え方ベスト7について専門家のアドバイスや私の経験などをもとにできるだけ具体的にお伝えしてきました。皆様にとって少しでも役に立つなという点がありましたら幸いです。今後もメンタルに役立つ様々な情報をお伝えしていきますので、タイトル右下のチャンネル登録ボタン、左下のいいねボタンをクリックいただけると嬉しいです。そして今後こんな動画をアップしてほしいというものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。また、メンタルヘルスに役立つツールやサービスについて概要欄に URL を貼っておきますので、よろしければそちらもご覧ください。
それでは、皆様が少しでも穏やかで心地よい日々が過ごせますことをお祈りいたします。本日は、本当にありがとうございました。